こんにちは、ふうです。今回は四国の隠された秘境や集落を散策してきました。総移動距離は約3000キロでアホみたいに長い動画なんですけど、四国のいいところがびっしり詰まっているので、よかったら最後まで見ていってください。まずは家を出発して一気に徳島県を目指します。徳島までは約700キロあるので、気合で行けるところまで行って、限界が来たらその辺のサービスエリアで車中泊しようと思います。四国に着いた後の流れは細かく決まっていませんが、時計回りで行きたいところに寄っていく感じですね。出発が昼頃だったので、途中の淡路島に着く頃には夜になっていました。淡路島には大きなサービスエリアがあるので、とりあえずここで車中泊することにします。今夜はスーパーで割引だったステーキを食べます。車内の匂いなんて気にせずに豪快に焼いて食べますよ。運転死ぬほど疲れたので、今日の分の撮影データを整理してさっさと寝ます。起きたら快晴でいい旅の出だしです。昨日の夜はあの大きな橋を渡って本州から淡路島に渡ってきたんですよ。淡路島サービスエリアを出発して徳島県に向かいます。どうやら淡路島と徳島を結ぶ鳴門橋で渦潮が見られるようなので見に行ってきますね。その後はずっと楽しみにしていた日本最長の林道剣山スーパー林道に行きます。ちなみにスーパー林道の全長は87キロで、この広大な四国山地のオフロードコースをたっぷり楽しめるそうですよ。今走っているのが鳴門橋です。ちょうどこの橋の下に渦潮ができるそうですよ。しっかり目に焼き付けてきますね。鳴門橋の下からはこんな感じで渦潮を見ることができました。なかなか見ることができない光景なので、しっかりと目に焼き付けておきます。渦潮バッチリ見れたので満足です。このまま剣山スーパー林道に向かいます。剣山スーパー林道の途中に徳島のへそとかいうめっちゃ気になる場所を見つけてしまったので、まずはここを目指します。その前にしっかりご飯を食べて長距離運転に備えますね。美味しそうなおにぎり屋さんがあったので、そぼろおにぎりを買いました。お米がもっちりしていてとても美味しかったですよ。このままスーパー林道の起点に向かいます。気合い入れていきますよ。スーパー林道起点に到着です。目指すは徳島のへそ。
林道は思ったより整備されていたので、飛び石が気にならなければ普通の乗用車でも行けそうでしたよ。道は狭いですが、対向車はほとんど来ないのであまり気になりませんでした。途中標高が上がると雪が降ってきました。林道を走るならこれぐらい悪条件の方がワクワクして楽しいですよね。徳島のへそに着きました。ここの標高は約1500メートルだそうですよ。雲の晴れ間から綺麗な景色が見れましたよ。ドローンでは雲がかかった徳島のへその幻想的な映像が撮れました。こうして見ると四国の山は本当に綺麗です。林道でめっちゃ疲れたので今日は宿に泊まることにしました。このままスーパー林道を通って高知県にある標高1400メートルの山荘に泊まりたいと思います。さすがに5時間も林道を走り続けると頭もおかしくなりますよね。ここは朝焼けや雲海がとても綺麗に見えるそうなので楽しみです。ようやく宿に着きました。温泉とご飯が楽しみです。レストランは夜10時までやっているので助かりました。名物の牛すじ煮込みカレーをいただきました。明日は朝焼けと雲海チャレンジをするので、お酒は控えめにして早く寝ます。乾杯。夜に雪が降ったみたいです。すぐ近くに展望台があるみたいなので行ってみますね。冬の静かな雪山が大好きです。寒さなんて忘れてうっとりしてしまいます。このまま宿を出て今日は高知を回ります。ここから高知の素敵な景色と念願だった四国カルストへ向かう様子をお届けしますね。吉村とろたろ亭で食べた天ぷらうどんは忘れられないぐらい美味しかったです。お店の方もとても親切で四国一周旅していることを伝えると、この辺の観光地をたくさん教えてくれました。落書き帳に記録を残しておいたのでよかったら探してみてくださいね。カルストに向かう途中雪が積もっていました。一応スタッドレスに履き替えておいて助かりました。頂上の絶景ラインは霧がかかっていて何も見えませんでした。凍結に気をつけながらとりあえず行けるところまで行ってみますね。
途中積雪がやばすぎたので無理せず引き返すことにしました。とりあえず道中にあったカルストテラスに行ってお茶でも飲んでこようと思います。腹ごしらえも済んだので適当な場所で車中泊してきます。景色は寒そうですがマイナス2度なのでイージーな車中泊になりそうです。日が暮れてくると少しずつ雲が晴れてきました。明日は快晴の予報なのでカルストの景色は明日お届けしますね。寒い夜はやっぱり鍋ですね。乾杯。美味しい。これは少し酔っ払ってますね。明日は快晴と信じて寝ます。おやすみなさい。カルストの朝焼けはとても綺麗でしたよ。この景色が見れただけでも四国に来た甲斐がありました。路面の凍結がひどかったのでお昼まで待ってから走りに行きます。ち
朝食は超カロリーパーティーホットサンドです。久しぶりの雪ではしゃぐ25歳児がいますね。路面の凍結も落ち着いてきたので走りに行きますね。晴れてるカルストは最高です。積雪の関係で急遽明日から冬季閉鎖に入るそうなのでラッキーでした。四国まで来てカルストの絶景を見れなかったら残念ですからね。四国山地の景色は壮大です。どこまでも山が続くこの景色は圧巻でした。いやー、四国来てよかった。愛媛県側に抜けるルートは積雪の関係で通れませんでした。とりあえず近くにあるレストランでご飯を食べて別ルートで愛媛県に向かおうと思います。せっかく四国に来たので土佐牛のステーキを食べました。めっちゃ美味しかったですよ。今日は椿山集落に向かいます。椿山集落は四国最奥の集落と言われるほど僻地にある集落なんですよ。集落までの道は薄暗くて狭い林道を通ります。これから向かう椿山集落は1000年もの歴史がある集落なので、どんな景色が見られるのか楽しみです。途中誰かに見られているような気がしたんですけど、ワンちゃんがこちらの様子を伺っていました。噛まれたら怖いので車に戻ろうと思ったんですけど、人懐っこいワンちゃんで道案内をしてくれましたよ。どうやらここに住んでいる方が飼っているワンちゃんみたいです。集落の様子をドローンで撮影していたら、鷹に襲われました。めっちゃ焦ったんですけど、墜落はしなかったので急いで帰還します。鷹も何事もなかったかのように帰っていきましたよ。めったに撮れない貴重なシーンが撮れたので良かったです。今日も険しい山道を運転して疲れたので、愛媛県にある旅館に泊まることにしました。ストカン3本で行かれてしまいますが、お許しください。乾杯。
夜ご飯は寿司とたこ焼きというイかれた組み合わせです。サーモン中トロ。コロシアムだ。うまい。私のいいところは二日酔いにならないことなんですけど、若干頭が痛いです。今日は東洋のマチュピチュと言われている別子銅山東鳴地区に行きたいと思います。別子銅山は1691年に開港された銅山で、日本三大銅山の一つと言われているんですよ。1973年には閉山されていて、当時の廃墟や遺産が残されているそうですよ。別子銅山東鳴地区までは車でも行けるんですけど、登山コースから行くとそこでしか見られない遺跡や廃墟があるようなので、運動がてら登ってきます。所要時間は約2時間です。登山コースは整備されていましたが、不安を感じたら引き返すことにします。1時間ほど登ったところに廃墟がありました。これは見に行くしかありませんね。降りるルートがないかドローンで探したんですけど、つながっている道があったので降りてみます。これは一体何の建物だったのか、記録は全く残っていませんでした。ロマンがあっていいですね。早速中を散策してみます。何か機械を固定する土台がありますが、他には何もありません。一体何の建物だったんでしょうか。日が差し込むといい雰囲気です。周りにも何もないか散策してみます。裏庭に行くと大きな落とし穴がありました。高さ10メートルはある大穴で落ちたら絶対に出られません。ここは何に使われていたんでしょうかね。一通り散策も終わったので廃墟を後にします。廃墟好きな私にとってはワクワクする場所でした。途中休憩しながら東鳴地区を目指します。
去年日光で氷瀑を見るために6時間歩いたんですけど、それに比べれば楽でした。無事東鳴地区展望台に到着しました。人が誰もいないことに驚いたんですけど、実は昨日から冬季閉鎖で道路が閉鎖されていたので、徒歩でしか来れなくなっていたようです。これなら展望台からの景色も独り占めできそうです。東洋のマチュピチュと言われるこの建造物は採掘された銅の貯蔵庫だったそうですよ。ここ東鳴地区は3000人もの人が住む天空都市だったそうですよ。600人の生徒が通う学校や映画館、旅館や遊郭なんかもあったそうですが、今ではその面影も残っていません。かつてはこの四国連山の山奥に大きな天空都市が存在していたんですね。いやー、別子銅山の景色最高でした。冬季閉鎖の関係でゆっくり散策できたのも良かったです。がっつり登山した後ですが、この後は香川県の金毘羅宮にある1368段の階段を登りに行きます。急遽予定ができて明日には帰らないといけなくなったので、どうしても行っておきたかった金毘羅宮には行っておきます。途中寄ったサービスエリアでご飯を食べて、ヤドンと写真を撮ってきました。ヤドンは香川県の観光大使なんですね。金毘羅宮の表参道に来ました。昔ながらのお店がたくさん並んでいて素敵な雰囲気です。ここから1368段の階段を上ります。気合い入れていきますよ。すごい。とりあえず785段目の御本殿に到着しました。途中綺麗なイチョウの木がありましたよ。785段の高さでも街が見下ろせます。奥社まで行けばきっと絶景が待っているんだと思います。少し休めば奥社まで行けそうなので、このまま気合で行ってきますね。無事奥社に着きました。参拝してお守り買ってきますね。奥社は標高421メートルに位置しているそうです。こうしてみるとずいぶん登ったんですね。交通安全のお守りを買いました。これでジムニーとランクルは安全ですね。いやー、今回の四国旅、とても充実した旅になりました。実は天候の関係で今回行けなかった場所もたくさんあったんですけど、それはまた次回に回りたいと思います。四国を離れるのが寂しいですが、安全運転で帰りますね。次の長旅は東北か九州、中国地方を回りたいと思います。よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。